こんにちは、パワミです。本日は2つのテーブルを結合するクエリのマージについて解説します。本日の流れです。はじめに2つのテーブルを結合する方法を説明します。その後、実際のパワー BI 画面でクエリのマージの方法を解説します。最後にクエリのマージで指定する結合の種類について簡単に説明します。2つのテーブルを結合するため、クエリのマージやクエリの追加を使うことがあります。両者の違いも簡単に解説するため、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは、パワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめに2つのテーブルを結合する方法として、パワークエリエディターでクエリのマージとクエリの追加という操作ができます。ちなみにクエリというのはテーブルのことではなく、テーブルからデータを抽出したり、計算、並べ替えをする等の命令文のことです。パワークエリエディターを見てみると、右側の適用したステップに記録されている内容がクエリで、具体的な命令文は詳細エディターを見ることで確認できます。テーブルはクエリを実行した結果作成されたデータベースのことを指します。そのためクエリのマージ、クエリの追加というよりはテーブルのマージ、テーブルの追加じゃないかとも思いますが、実態としてはクエリのコードがマージされることになるため、パワークエリエディターではクエリのマージと呼んでいるのだと思います。クエリのマージ、クエリの追加を簡単に図で示しました。簡単に説明すると、クエリのマージは別のテーブルから1つ以上の列を追加することで、クエリの追加はテーブルに新しいデータ行を追加することです。それぞれについて詳しく見ていきます。まずはクエリのマージです。図のようにテーブル1、テーブル2の2つのテーブルがあります。クエリのマージをすると、テーブル1にテーブル2から列を持ってきて追加することができます。一方、クエリの追加の方は、同一の列を持つ複数のテーブルを結合し、行を追加します。もともと同じフォーマットの場合は、データ取得時にフォルダ等を指定して読み込むことで結合できます。もともと列名が異なるなど、異なるフォーマットのテーブルをパワークエリエディター上でフォーマットを揃えた後に結合したい場合は、このクエリの追加が便利です。今回はクエリのマージの方を解説します。クエリの追加についてはまた後日解説したいと思います。クエリのマージは別のテーブルから1つ以上の列を追加することができます。例えば図のようなテーブル1、テーブル2の2つのテーブルがあるとします。テーブル1は店名一覧のテーブルで、店 ID と店名の列を持ちます。テーブル2は店ごとの日別売上のテーブルで、日付、店 ID、売上額を持ちます。2つのテーブルを結合するときは、行を紐付けるためのキーとなる列が必要となります。今回の場合、店 ID をキーとして1対他のリレーションシップで2つのテーブルが紐付けられます。リレーションシップについては以前の動画を参考にしてください。店 ID をキー列にして2つのテーブルを結合し、テーブル2にテーブル1から店名列を持ってくると、このような感じのテーブルになります。今回の場合はキー列以外に店名列しかありませんが、この時複数の列を追加することも可能です。ちなみに Power BI ではリレーションシップの機能があるため、単に Power BI レポートでテーブル2の売上データとテーブル1の店名データを一緒にビジュアル化したいだけならば、店 ID でリレーションシップをするだけで良いと思います。別のテーブルから追加した列を使って、さらに計算等で新しい列を追加したいときなどに、クエリのマージが役立つのではないかと思います。それでは Power BI 画面でクエリのマージをする方法を説明していきます。今回は簡単に店一覧と
日別売上のテーブルを用意しました。この2つのテーブルを店 ID で紐付け、日別売上のテーブルに店一覧の店名の列を追加します。では、日別売上クエリを開き、ホームタブのクエリのマージをクリックします。このクエリに新しく列を追加したい場合は、クエリのマージを選択します。新しくクエリ自体を作成する場合は、新規としてクエリをマージを選びます。今回は上のクエリのマージをクリックします。マージの画面が開きます。この日別売上のテーブルに追加する店名一覧のテーブルを選びます。そして2つのテーブルを紐付けるためのキーとなる列を選択します。今回の場合は店 ID なので2つのテーブルの店 ID を選択します。この時、複数の列をキーとすることもできます。複数の列を選択するときはコントロールキーを押しながらクリックします。最後に結合の種類を選択し OK をクリックするとマージができます。今回はひとまず左外部結合のまま結合をします。マージをすると店一覧のテーブルが新しい列に追加されています。店一覧テーブル列の右上の展開アイコンをクリックし展開する列を選択します。今回は店名列だけを展開します。一番下の元の列名をプレフィックスとして使用しますのチェックを外して OK をクリックします。このチェックボックスにチェックを入れて展開すると、ショップネームの列名には現在の列名が頭につきます。つまり、ショップリストアンダーバーショップネームとなります。今回は元の列名を頭につける必要はないため、チェックを外して OK をクリックします。これで日別売上テーブルに店一覧のテーブルから店名列を持ってきてマージすることができました。クエリのマージの時に結合の種類で左外部結合を選択しました。パワークエリエディターで選択できる結合の種類は主に4つあるので、それぞれ解説していきます。図のように左テーブルと右テーブルがあり、2つのテーブルで1、2は一致するデータです。その他に左テーブルは3、右テーブルは4のデータを持っており、これは両者で一致しないデータになります。この1234はキーとなる列のデータ。今回見せた例では店 ID 列のデータになります。まず今回選択した左外部結合は、左テーブルはすべての行を残し、左テーブルに一致する右テーブルの行を結合します。右外部結合は逆に、右テーブルはすべての行を残し、右テーブルに一致する左テーブルの行を結合します。完全外部結合は、左テーブルと右テーブルすべての行を結合します。内部結合は逆に、左テーブルと右テーブルで一致する行のみを結合します。このようにパワークエリエディターで選択できる結合の種類は主に4つあります。ちなみにクエリのマージで左テーブルと右テーブルは上が左のテーブル、下が右のテーブルになります。今回の場合、日別売上のテーブルが左テーブルです。本日は2つのテーブルを結合するためのクエリのマージについて解説しました。異なるテーブルのデータを Power BI でレポートを表示するだけならば、クエリのマージをしなくてもリレーションシップをすれば良い場合も多いです。クエリのマージをした後、マージした列を使ってさらに計算列を追加したい場合などに有用だと思います。今回説明しなかったクエリの追加についてはまた後日解説します。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。